今回は最近起きた大手銀行の解約5選について解説していきます。最近起きた大手銀行の解約について、最近は銀行の手数料値上げや通帳の有料化など銀行の解約が目立っています。銀行は生活に必ず必要なものなので不安を感じる人も多いと思います。そこでこの動画では過去2年間に起きた銀行の解約を振り返り、今後の対策や改善を考えていきます。チャスクのプロフィールです。動画投稿とブログ運営をしているどこにでもいる一般男性です。チャンネルや SNS は概要欄をチェックしてください。お金大好きなので副業や投資節約などをしています。YouTube も好きなので動画の分析や検証もしています。ちなみにこの動画の構成はリベ大さんを参考にしています。こんな感じで動画投稿しているので登録や高評価をお願いします。では結論から言うと、銀行の解約は今後も続くので、ATM の使用回数を減らし、キャッシュレスやネットバンキングを利用してください。そうすれば、現金や通帳などの実在するものは使わないので、銀行の解約による影響を小さくできます。では、詳しい解約の内容を紹介し、対策方法を解説していきます。ゆうちょ銀行の解約について、ゆうちょ銀行自体について、日本で何らかの銀行口座を持っている人の割合は 97.8% であり、ゆうちょ銀行の口座を持つ人の割合はなんと 78.3% です。つまり10人に8人はゆうちょ銀行の口座を持っていることになります。そんな驚異の口座保有率を持つゆうちょ銀行が2021年1月に大幅な解約をしたので、最初に紹介していきます。解約1、硬貨の預け入れが有料化。今までは硬貨の預け入れが何枚でも無料でしたが、なんと手数料が取られるようになりました。預け入れ枚数と手数料の変化は、硬貨25枚までが ATM で110円、窓口で無料。硬貨50枚までが ATM で220円、窓口で無料。硬貨100枚までが ATM で330円、窓口で550円。硬貨500枚までが ATM で取り扱い不可能、窓口で825円。硬貨501枚から1000枚までが ATM で取り扱い不可能、窓口で1100円となっており、以降500枚ごとに550円追加されます。なので50枚までなら窓口に行くことで無料になりますが、小銭貯金をしている人だと50枚以上溜まっているケースも多いと思います。すると、貯金のために手数料を取られることになるので、これからゆうちょ銀行へ預けれるときは枚数に気をつけてください。そして、他の銀行へも硬貨の預け入れはだんだん有料になっているので、硬貨をあまり持たない生活スタイルへ変えることがおすすめです。解約に ATM 手数料が必要。かつてのゆうちょ銀行は提携 ATM であれば、手数料が前日無料でしたが、なんと時間帯によっては有料へ解約されました。時間帯と手数料はこちらのようになっています。コンビニは330円もかかっているので、手数料さえなければおにぎりが3個も買えます。財布の中身がなくなった時、たまたま仕事が休みの土日や平日の残業後であった場合、駅にあるゆうちょ ATM やコンビニ ATM に寄っていた人もたくさんいると思います。しかし、その時間帯では手数料がかかってしまうため、できるだけ手数料がかからない時間帯で引き出してください。また、郵便局やゆうちょ銀行の ATM では、これまでと同様に24時間365日手数料無料で利用できます。なので、お金を引き出すときに、可能であればゆうちょ銀行店舗や郵便局へ向かってください。メガバンクの解約について。ゆうちょ銀行の次はメガバンクの解約を紹介していきます。解約3、紙の通帳が有料化。みずほ銀行では、2021年1月18日以降に口座を作った場合、紙の通帳発行と繰越にそれぞれなんと1100円も手数料がかかるようになりました。また、三井住友銀行では、2021年4月1日以降に新しく口座を作った場合、紙の通帳利用者にはなんと年間550円の手数料がかかります。一昔前は、銀行口座を持つ場合、通帳とキャッシュカードを持つのが当たり前の時代でした。ATM へ通帳とカードを入れ、手続きをして、みんなが通帳に記帳された金額を確認していました。通帳の残高が少しずつ溜まっていくのを楽しみにしていた人も多いと思いますが、この当たり前だった時代は終わりつつあります。今は通帳をペーパーレスの時代であり、各銀行ではネットバンキングを始めています。そのため、無駄な手数料を払わないためにも、ネットバンキングの利用をお勧めします。解約4、未使用口座への手数料。三菱 UFJ 銀行では、2年以上利用がない口座へ未使用口座管理手数料として、年間1200円を徴収し、
手数料を払えなくなったら口座を解約しています。りそな銀行も同様に未使用口座へ手数料を取っており、この流れは地方銀行でもだんだんと広がっています。なぜ未使用口座へ手数料を取るのかというと、実は僕たちの銀行口座を維持するのに、銀行では1口座あたり2000円から3000円の維持費がかかると言われています。そのため、銀行は使っていない口座を少しでも解約させたいので、一定期間使用していない口座へ手数料を取り、手数料を支払えなくなった口座は強制的に解約することにしました。某銀行口座イコールただの時代も終わりつつあります。自分にとって必要な銀行口座のみを残し、いらない口座は早めに解約しておくことをお勧めします。解約後、コンビニ ATM 手数料の値上げ。実は2021年4月に、三井住友銀行と三菱 UFJ 銀行がコンビニ ATM 手数料の値上げをしました。詳しい変化については画像の通りです。一応、給料日が集中する25日と26日、月末は無料から低価格になっていますが、それ以外は基本的に値上げされています。そのため、コンビニ ATM はとても便利ですが、事前に手数料の確認をしてから利用してください。なぜ銀行は解約をするのか。各銀行が次々に解約していくのは、主に銀行の経営悪化が原因と考えられています。例えば、ゆうちょ銀行の2017年度資金利益は1兆1756億円でしたが、2020年度は9618億円まで下がっています。集配郵便局の8割が赤字なので、利益が減るのも仕方ないです。しかもこの傾向は今後ますます顕著になっていくことが予想されています。さらには、銀行が1台の ATM を維持するのに、なんと月額約30万円もかかっています。今後資金利益が見込めない中、経費を削減するために今回のような手数料の値上げへ踏み切ったわけです。今後ユーザーはどうするべきなのか。銀行は今後も解約していくと思うので、今後ユーザーはどうすればよいのか対策を紹介していきます。対策1、小銭貯金をやめる。貯金箱に小銭貯金をしている人は、すぐにやめることをお勧めします。小銭貯金を続けても、そのお金を銀行へ預けるために手数料がかかります。そのため、小銭貯金をやめると同時に、できるだけ細かいお釣りが出ないように買い物することも大切です。対策2、引き出し回数を減らす。少額でお金を引き出している人は、引き出し回数が多くなる傾向があります。引き出し回数が多いということは、手数料のかかる時間帯で引き出してしまう。通帳への記帳回数が多く、通帳手数料を取られる。というリスクが発生します。もし当てはまる場合、次に紹介するキャッシュレスを導入し、可能な範囲で引き出し回数が少なくなるように生活を見直してください。対策3、キャッシュレスの利用。現在現金派の人は、すぐに電子マネーやクレカなどのキャッシュレスで切り替えることがおすすめです。キャッシュレスで切り替えることで、現金を持たなくて良くなります。現金を持たなければ、引き出し回数も自然と減り、手数料のリスクも減ります。クレジットカードでおすすめなのは、楽天カードや三井住友カードです。説明欄にリンクを貼っておきます。QR コード決済では、楽天ペイ、ペイペイ、D マネーなどがおすすめです。こちらも説明欄にリンクを貼っておきます。はじめは抵抗があるかもしれませんが、きっと1ヶ月もすれば慣れるので気軽に使ってみてください。対策4、引き落としに変更する。家賃、公共料金、ローンを現金支払いしている人は、口座引き落としかクレカに切り替えるとおすすめです。現金支払いをするためには、銀行口座から引き出さなければいけません。これでは引き出し回数が増え、手数料を取られるリスクが高くなります。口座引き落としにする手続きは、ちょっと面倒ですが、一度やれば終わりです。しかも、時間の節約にもなるので、一石二鳥です。対策5、ネットバンキングの利用。そもそもネットバンキングとは、残高照会や振込、振り替え、投資信託、定期預金などの銀行取引をパソコンやスマホで行えるシステム、サービスです。今や大手銀行だけでなく、地方銀行でもネットバンキングがあります。ネットバンキングにすれば、紙の通帳はいらなくなり、スマホで取引内容がいつでもすぐに確認できます。つまり、紙の通帳を発行する手数料のリスクもなくなります。そのため、早速取引している銀行でネットバンキングが使用できるのか確認してみてください。対策6、ネット銀行の利用。ネット銀行をまだ持っていない人には、ネット銀行口座の開設もおすすめです。
店舗を持たないネット銀行は、通常の銀行と金利が圧倒的に違います。だいたい通常の銀行の金利は 0.001% ですが、ネット銀行である楽天銀行の金利は、なんと 0.1% です。ちょっと設定はあるんですけどね。それでも、金利が100倍も違うのは大きすぎる違いです。通常の銀行で100万円を預けていても、年間の利子は10円ですが、楽天銀行に100万円を預けていれば、年間の利子はなんと1000円ももらえます。通常の銀行の場合は、手数料で数百円取られると、利子では絶対に取り戻せません。しかし、ネット銀行であれば、利子だけで手数料をカバーすることも現実的に可能です。そのため、ネット銀行口座を作り、メガバンクや地方銀行、ネット銀行を使い分けすることがおすすめです。まとめ、各銀行の解約は今後も続くと考えられるので、キャッシュレスやネットバンキングなどを利用し、ATM や通帳の使用回数を減らすことがおすすめです。また、通常の銀行とネット銀行をうまく使い分けることで、手数料をいくらかカバーすることも可能です。というわけで、ここまでのご視聴お疲れ様でした。他にもいろんな動画をアップしていくので、チャンネル登録や高評価をお願いします。また、ブログやツイッターもやってるのでよかったらチェックしてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。他の動画もよろしく。